皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。道楽親父です。今回はね、前回これタイヤ交換の時にマフラーが外れなくて、かなり苦労した、マジェスティ125なんですが、マフラーのスタッドボルトこちらとナットの方、これをどうしても交換してほしいということでご依頼いただきまして、強引に外していきます。外れるのかな。もうね、全くもってして外れる気がしないんですが、とりあえずなんとかやってみましょう。これナットがもう朽ち果てて 10mm なんですが、このナット、この 10mm のナットがもはや 10mm じゃないんですよ。とりあえず朽ち果てたこのナットに、8mm と 9mm のメガネレンチ当ててみるんですけども、9mm だとねまだスカスカなんですよね。で 8mm だとなんとか引っかかりがあるかなって、下側というか、向かって左側のナットの方がですね、これおそらく 8mm でも緩いぐらい。だいたいマフラー周りって結構サビが、出るんですが、ここまでサビがひどいというか、これちょっと異常な朽ち果て方をしてるんでね、ちょっとびっくりなんですよ。そこそこ多くの、車両を見てきたんですけども、ここまでマフラーの朽ち果てた車体って多分これ一等賞ですね。一番これすごいかな。過去一です。やむを得ないんで、とりあえず回るか回らないかわからないけど、潤滑剤をつけて、とりあえずほっときます。もう本当にね、嫌な予感しかしないんですよ。もうずっと嫌な予感しかしないんだけど、とりあえずコーヒー飲んで休憩。さて休憩も終わったところで早速やっていきましょう。マジェスティ125に限らずスクーター全般に言えることなんですが、とにかく手が入らないというか、なんていうのかな、作業するこの空間が少ないんでね、本当に狭い中に手を突っ込んで無理やりネジを回していくっていうような作業が多いんですけどね、本当にこの車体もまさにそうですよね。ぎっしり詰まっております。マフラーが外れちゃえばね、なんてことはないっていうか、マフラーが外れないからスタッドボルトが取れないというか、マフラーを固定してるナットの方がね、本当に朽ち果てちゃってるんですよね。なのでね、なんとかマフラーのナット、こちらを外すべくね、ちょっとスペースを作っていきます。ちょっと邪魔になっちゃうんで、少しでも作業しやすいようにこの AIS のパイプ、こちらをねちょっとずらしていきます。でもね、こんなことする前にエンジンを一回なんとかな、フレームから外した方が実は手っ取り早かったという、今結論言っちゃうんですけどもね、本当ねすごい苦労しました今回は。何が苦労したかっていうのは、これずっと見てていただければわかると思うんですが、まず今この作業をしているのはスタッドボルトが普通に外せる体で今動いてるんですよね。なので、とりあえず空間の確保して、とりあえずギリギリ工具が入る位置からナットとボルトでダブルナットができないんで、とりあえずまずナットを外すっていう体で今作業をしてるんですよ。でそのナットなんですが、冒頭50秒あたりを見ていただけるとなんとなくわかるんですが、このマフラーを固定しているナットですね、これがかなりテーパー状に痩せちゃってるという。それで今私が手に持っているのが 10mm の、通常この 10mm で外すんですけども、それがもうおそらく 1,2mm 隙間が空いちゃうぐらいナットが痩せちゃってるんですよね。なのでこれどうしようもないと。で取り出したのが 8mm のメガネ。このね 8mm のメガネ、 8mm 9mm のメガネでね、実際じゃあどのぐらいのサイズなのかということでね、当ててみます。ナットに実際にねマフラーを留めてるナットの方に刺してみたんですが、下の方はだいたい 9mm でぴったり入るような感じで、上の方は 8mm で、ぴったりくるような感じで、1,2mm 痩せてるという、だから表面的に見たら 0.5mm から 1mm ずつ痩せてるっていうような形になってるのかな。なのでね、外れるかどうかちょっとねテンションかけてやってみようかなって。最初はねメガネレンチを入れてなんとか回そうとしたんですけども、振るに振れない、この回すに回せないということで、上側ですね、右側のスタッドボルトじゃないや、ナットの方は、なんとかメガネが引っかかって、とりあえず、締める側に、一回締める側に回すと、これなんていうのかな、外しやすくなるんですよ。なんでだかよくわかんないんだけど、このなんていうのかな、ピキってなったら逆回しでする。普通にまず一回締め込むという。なんかね、そうするとなんか外れちゃいます。ぜひもし硬い時はお試しあれでやったんですけどもね、ちょっと
さすがにこの狭さではねちょっとメガネでは回しきれないんで、9ミリの9ミリじゃない8ミリのソケット、上側はねかなり痩せてたんですよ。なのでじゃあ8ミリのソケットを用意して、とりあえずハンマーで引っ叩きます。本当はねまあ不本意です。本当はねやりたくないんですが、いつもやっちゃってます。でねガンガン叩いてね、実はね入りづらくなっちゃったんですよね。なんですがもう鉄ヤスリで削って元に戻すという、本当はねこういう使い方はしない方がいいと思いますというか、やっちゃいけないと多分ねお叱りのねこのコメントいっぱいいただくかなって思いつつねやっちゃいました。でもねおかげでねやっぱり振動を与えたんで、逆側に締める側に1回回してるんで、おみたいな、外れるんじゃねえっつって回してたんですよ。がナットは外れなかったんですけども、なんと幸運にもスタッドボルトごと下が回ってないスタッドボルトごと外れました。なんでまあ結果オーライですか。本来だったらねこれナットだけを外してスタッドボルトを外すっていう動画を撮りたかったんですよ。ですけどもねこれかなりガツシと錆びついておりましてね、むしろまあ本当スタッドボルトが外れたこと自体がこうまあ奇跡なのかなって。上側がなんていうのかな、こう熱がかかってないというか固着はしてたんですけどもね、なんか運よく外れちゃったんですよ、こんな感じで。なのでねまあこれはこれで本当にラッキーでした。その代償というかまあそういうわけじゃないんですけどもね、引っ叩いて無理やり痩せたナットに違うサイズのソケットを差し込んでしまったんでね、なかなか外れないと。でさらに引っ叩いて取るという、ね、そういう荒技を駆使してなんとかこんな感じです外れました。本当にすんごい痩せてますよ。これもはやナットではないなっていう。残るはね下側のスタッドボルトで、このスタッドボルトまあ下側というか左側ですね、これなんですが1本外れたことによってね少し、間が空いたんですよね。じゃあとりあえずなんとか外せるんじゃないのかなということでマフラーを外すという荒技に出ます。本当だったらねネジ外してからじゃないとね外しちゃダメですよ。でも外れちゃったんでね、このなんつうの知恵のは得意じゃないんだけどね、今回はうまくいきました。でとりあえず固着してからバーナーで温めようと。で火つけたすぐのバーナーって炎安定しないんですよね。もう車体燃やすかと思って、で懲りずにまたもう一回同じことを同じことをやります。こんな感じでね本当ねもう燃やす気かというか爆発させる気かっていうか本当にね危ないんで、ぜひ真似してくださいね真似しないように気をつけて自己責任でお願いします。まあね特にスクーターなんかはね狭いし、プラスチックパーツゴムパーツいろいろとこう燃えやすいものがいっぱいあるんで、ちょっとバーナーは本当ピンポイントで細い炎だったんでピンポイントで当てられたんですけども、できることならこうヘッドを下ろしてやった方が安全かつ確実なのかなというふうには思います。こちら側のナットの方はねまだまだ多少原型はとどめてたんですが、それでもちょっと痩せてたんで、9ミリがちょうどぴったりきたんだけど、9ミリのソケットって私でっかいの持ってないんですよね。なので渋市の昔本当にね高校ぐらいの時に買った40ピースセットみたいななんともねチープなねソケットのセットがあったんです。今もあんのかな、どうなんだろう。それの渋市のソケットでやったんですが、ソケット負ける前にねボルトが負けました。というわけでとりあえずボルト先端が若干残っちゃったんでね、とりあえず先端を切断してからとりあえずドリル穴開けてエクストラクターで抜こうかなということで、これリューターでとりあえず先端削ってます。でエクストラクター持ってきてこれを入れようと思うんですけども、これエクストラクターってなんていうのかな、延長なんかソケットの延長みたいなああいうのあんのかなみたいな、多分ないと思うんでもうしょうがないです。もうヘッド取ります。もう本当ね本当に不本意なんですがね、
めんどくせえもう全部バラすというか、もう本当にね簡単に戻せるように、本当なんていうのかな、もうヘッドからスロットルボディなんかもね本当に2本外しただけでちょっと横にずらしてみたいな感じでね、これ逆に組むのが大変なんだけどバラすのはもっとめんどくさいということでね、本当ねズボラで横着なね道楽親父のこの雑さが出ちゃうっていうようなバラし方なんで、なんとかねヘッドも外れたしね、やっぱり全部バラさないとね届かないんですよね。本当にね結構散々でした。普通だったらね本当ナット、いやこれねナットがね無理です。ナットじゃないもん、ナットじゃないもんっていうのも変ですけどもね、普通になんつうのかな、固着して噛んじゃったナットぐらいだったら外せるはずなんだけど、外せないな、折れますね。でもねコマジェはね本当ヘッド取りやすいのかな。とりあえず50cc に比べちゃうとねはるかになんていうのかな、整備性がいいというか、もうバラしやすいというか、本当にね原チャリ並みです。本当水冷だからちょっとめんどくさいんですけどもね、結構サクッと取れちゃいました。余計な分つけてないんでね、ウォーターポンプとかそのまんまぶら下げたまんまなんですけどね、そんな感じで無事取りました。でもそもそもの話ね、最近の 50cc 水冷が結構出てきましたよね。50cc 自体がね消えゆく運命なのかもしれないんですけどもね。で搭載されてる時にねちょっと雑にやっちゃったんで、またちょっと表面の方を削ってセンターポンチ打ちやすいようにというか、もう真ん中にね打たないとねなかなかね回ってくれないんですよ。なんでね結構この表面の処理っていうのはね結構やった方がいいのかなと。これも大事ですけどもね、本当にドリルをこの穴に対してね本当にまっすぐに打てるかどうかが一番問題なんですよね。今回もね見事若干ね本当ね画像では分かんないけど実はね若干曲がっちゃってます。でもね結構ほぼほぼうまくいきました。続きましてはエクストラクターを刺すためのこの下穴を開けていくんですけども、いきなりねぶっとい穴をね開ける自信が私にはないもんでね、だいたい最初はねちっちゃいのからねちまちまと、どうなんだろう、これが正しいのかどうかは分かんないけど、いきなりでかいのブンって入れる方っているのかな。私はねこの極度のビビリンなんでね、一発真ん中入れちゃって、真ん中じゃないや、ちっちゃいのでいくらねやったところでね2発ね太いのにしたところでねその穴にねその穴の位置変えられるってわけじゃないはずなんですよね。だから意味がないっちゃ意味がないんだけど、とりあえずちっちゃいのからゆっくり大きく穴開けてった方がなんかいいのかななんて思って、私はいつもね一番細いのからね開けていくという。でもねこう追うね真ん中に行ってるんですよ今のところは。その前にの話なんですけどね、そもそもねバイスがあるんだからリードバイスあるんだからね、それで固定は当然台には固定はしないんだけどね、バイスがあるんだからバイスで挟んでねやればいいのに、なんで空中でやってるんだろうなっていつも不思議に思うんですけども、それはねやっぱりね道楽親父なんでね道楽親父クオリティですわ本当に。なんとかできるんでね、いつもこんな感じで、ズボラな作業をしております。そんなこんなでね雑な作業しておりますが、無事にエクストラクターを刺す下穴が完成したんで、とりあえずハンマーで引っ叩いて回そうとするんですが、もうね回る気がしないというか、本当にねこれ外れるのっていうぐらいの強固な、なんていうのかな、もう本当外れる気がしないんですよ。なのでねこれ無理やりやってエクストラクターを折っちゃって、でこれ穴塞いでもうどうにもなくなるっていうようなそんな形になる前にねもう穴開けちゃいます。もう本当にねこれもうやむを得ないなということで、もう一回同じサイズでとりあえず10ミリで6ミリの、穴を開けるべくちょっと下穴を開けていきます。まっすぐ掘れてるんでね下穴開けるのは結構簡単だったんですが、それでもねやっぱりもう横のねシリンダーアルミでやっぱりボルトがスタッドボルトがね鉄だったんでね大丈夫かなと思ったんですが、実際に、タップ切ってみていけるぞということでねなんとか事なきを得ました。
で下穴の方なんですが 5.2mm だったんでね、結構楽にタップも切れちゃって、結果オーライなのかこれってもしくはね本当にヘリサタ打つっていう手もあるんだろうけども、今回はそのままタップ切ってでこれでちょっと様子見ます。で結構スタッドボルトを使うんでこれでもいけるのかなと、これがこうなんつうかな付け外しが多いボルトで固定するようだったら、ヘリサタの方がいいのかななんて思ったんですけどね、これどうなんだろうな。私はこの処理をしてしまいました。多分大丈夫だと思います。あとは最後に結構切り子も飛んでると思うんで、念入りに一応蓋はしてあるんですけどね、詰め物はしてあるんで内部には侵入してはいないとは思うんですが、切り子を結構洗浄してから止めた方が。でこれ便利なんですよね。六角で穴打ってあるっていうそういったスタッドボルトなんでね、これ六角で押し込んでいきます。六角穴が打ってなければねそのままダブルナットでキュッキュ押し込んでいけばいいとは思うんですけども、これね画期的ですよね。で本当にスタッドボルトでこうやって1回固定しちゃったらねまずほぼ外すことはないので、次に外すのは20年後だから、私は確実にこの世から去ってる可能性が高いんでね大丈夫かな。でもこういうのやる機会があるのか難しいところですわ。あともう一つ心配だったのがノーマルのスタッドボルトよりも若干長いんですよね。本当に 3mm、4mm 長いんでちょっと心配だったんですが、実際ナットはめてみて、これナットもね 10mm の袋ナットだったんですよね。ちょっとロングな袋ナットなんですけども、普通に袋ナットの袋をぶち抜くこともなくねちゃんと固定できる長さだったんでちょっと一安心ですよね。あとは組み付けていくんですけどもね、今回ね組み付けはちょっとね動画撮ってないんでね、ケース開けてジェネレーターの方の刻印とあと、ヘッドのなんつうのかなカムチェーンのスプロケット、これの方がこれ爪があるんでそこの爪のところにね入れるだけなんでね、こっちの方が簡単ですよ。ちょい乗りなんかちょい乗りも簡単だな。トゥデイなんかよりはなんとなく分かりやすかったです。というわけでね側はまだつけてないんですけどもね、とりあえず始動確認ということで無事始動も確認でき排気漏れもねなかったんで一安心というわけでね、今回ねスタッドボルトの交換ということでいかがだったでしょうか。今日はね私がね最近ねハマってる玉川温泉また行ってきたんですけどもね、今日じゃ作業の後じゃないんですけどね、行ってねここサイダーいっぱい置いてあるんですよね。今回はね左から玉川温泉サイダー、富山ブラック、あとしそ、これ3本飲んじゃいました。いやいいお湯でした。お風呂の後はね近くの学校橋河原でバーベキューをして何もない休日のほぼほぼルーティンになっております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ドラコヤジでした。